こんにちは、ミミです。今日は新横浜まで来てます。新横浜といえばラーメン博物館が有名ですが、探すとラーメン屋さんって意外とあるんですよね。新横浜の北口の方に歩いて行ってラーメン屋さんに向かいたいと思います。星のコーヒーがありました。たらこのパスタ店って美味しそうですね。横浜ラーメン新横屋に到着しました。お城のようなラーメン屋さんです。店内広そうですよね。写真があるとわかりやすいです。それでは入店したいと思います。油そばもあります。初めて来るお店なので迷いますが、今日はチャーシュー麺と、あとトッピングで貝割れを注文しようと思います。調味料は使いやすいように並んであります。口コミだと味玉が美味しいようです。お水は席に置いてありました。マヨネーズがあるの珍しいですね。今日の好みは全部普通にしました。テーブル席の多い家系ラーメン屋さんになってます。2022年にオープンしたばっかりなので店内はすごく綺麗です。チャーシュー麺の並1050円、貝割れのトッピングが100円でした。デフォルトでほうれん草がこの量です。結構多いですね。海苔が3枚と貝割れもたっぷり入ってます。チャーシューは4枚とネギも少し入ってます。美味しそうです。スープはどんな感じでしょうか。スープをいただきたいと思います。豚骨の出汁が結構出てますね。ライトすぎず重すぎずちょうど良いバランスのスープかと思います。塩味も薄すぎることもなくってしょっぱいっていうこともなくってちょうど良いですね。スープが美味しいのでごくごく飲んでしまいます。ほうれん草がちょっとした小山になってます。ベジファーストでいただきます。割とシャッキリ茹で加減で美味しいです。ほうれん草の緑も綺麗ですね。ちょうど自分が座ってる席の後ろに冷蔵庫が置いてあったんですけど、国産の野菜を使ってるみたいです。お楽しみの貝割れをいただきたいと思います。貝割れって栄養あるんですよね。貝割れの苦味が美味しいです。貝割れはスープに漬け込んでから食べた方が美味しいかもしれません。チャーシューが出てきました。どんな感じでしょうか。チャーシューをいただきたいと思います。柔らかすぎず硬すぎずすごく美味しいです。塩味も強く入ってないのでスープと合わせて食べるとすごく美味しいです。このチャーシューは大当たりです。麺が出てきました。
ちょっと太麺になってますね。麺をいただきたいと思います。麺は三河屋製麺で少し短めの麺になってます。大きめの海苔で麺を巻いていただきたいと思います。海苔がスープを吸ってジューシーです。貝割れを豚骨スープのお風呂に入れてあげたいと思います。しみしみの貝割れはどんな感じでしょうか。苦味が取れてめちゃくちゃ美味しいです。チャーシューは一口でもいける厚さなんですけど、もったいないのでちょっとずついただきます。ニンニクを入れてパンチを効かせたいと思います。試しにチャーシューにニンニクをつけて貝割れを巻いて貝割れ巻きにして食べたいと思います。貝割れとチャーシューめっちゃ合います。短い麺になってるので食べやすいです。麺の好みは普通にしたんですけど、ちょっと伸びやすいのかな。固めで注文した方がもしかしたら良かったかも。スープの温度も高いのでまだまだ熱くって美味しいです。このチャーシューは肩ロースかな。結構自分の中ではヒットですね。そんなに分厚くないので地味な感じしますが、食べてみると想像以上に美味しかったです。ごちそうさまでした。新横浜つながりで新横浜の観光案内所に来ました。観光案内所で新横浜のおすすめのランチを聞いてきました。ゆったりランチができるところで聞いたらここを案内されました。アマルフィ・ノベッロというイタリアンです。キュービックプラザ新横浜の10階にあるお店です。この日は姉とランチをするのにラーメンを誘ったんですけど、こちらのお店がいいということだったのでイタリアンにしました。こちらのお店は1階と2階に分かれていて、2階の方が断然景色が良くっておすすめです。初めて来るお店でわからないので2500円のコースにしてみました。前菜の盛り合わせと本日のスープと、あとメインディッシュは選べるようになってます。たまにはこういうコース料理も逆にお得感があっていいかと思います。こちらのローストビーフも美味しかったんですよね。前菜が食べ終わるのを見計らって店員さんが新しいお料理を持ってきてくれるので、おもてなしを受けてるような感じで優雅な気分になります。今日は魚を選んだんですけど、サワラだったかな。この魚美味しかったんですよね。最後はコーヒーとデザートで締めくくれました。また別の日なんですけど、同じコースを注文してみました。前菜は変わりないですね。この日はかぼちゃのスープでした。裏ごししてあって滑らかで美味しかったです。スープは日によって種類が違うようです。こちらは丸ごと1本魚の香草オーブン焼きです。魚が少し小ぶりだったので下に半身が引いてありました。
コース料理は贅沢な感じがしますけど、ランチだったら多少リーズナブルなのでおすすめです。食べログで見るとお誕生日のクーポンがあったので、クーポンを使って特別にデコレーションしてもらえるそうです。こちらの1本のお魚は豪華に見えますけど、最初に食べた魚の方が美味しかったです。デザートがあると幸せな気分になります。